ンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはい、バのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今背中を向けているのが白茶のゆりさん。奥にいるのがグレーのぐーちゃん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、茶トラのまさるくん、白黒のくーたくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。なんだクータとマチャは BL タイムなのかなしょっぱなからな。まあ、クリスマスだからっていうこと羨ましいな。たぬこさん、こんばんは、ボンソワ。ぴょんさん、藤子さん、たぬこさん、こんばんは。皆様かな、見えないな、ハートでね。こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス、ゆりたん、ジャスティス、はい、ゆりたん、ご飯に夢中。あっちでニャーニャー泣いてるのはクータかな。あ、そっか、今日空き箱あっちに入れといたからって言っても、マチャが来たな。マチャだったかな。はい。今日は塩が入ってない、ぬるま湯。はい。ぬるま湯でございますよ。カニタンさん、ジャスティス。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。ぴょんさん、ジャスティス。ぴょんさん、飼ってるオウムに耳かじられて、流血してるライブ見てました。ガブさん、へえ、そんなのあるんだ。流血するほどかじられるって、それちょっと耐えられないな。
それはちょっと耐えられないぞ。で、今日はそうだ、クリスマスだからね、もうこの絵がさ、今日までしか使えないよなと思ったんでね、持ってきたんだけど、もっと下だったな。全然見えてなかったな。もうちょっと下だったな。まあ、やったおかげでどの辺に貼ればいいんだっていうことが分かったからな。まあ、よかったよってね、感じでございますよ。たぬこさん、ぴょんさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。で、そうだ、てんたまさんの、あれ、なき、天岐阜、今日、無事届きました。ありがとうございます。助かります。まあ、早速、そのてんたまさんにもらった天岐阜を使ったわけではないんだけど、このね、シーツシーツをね、買いましたよ、みたいな感じ。なんかね、いろいろと、もうホルムズ海峡も封鎖間近っぽいらしいのでね、もうその前に買い物するなら今のうちだよ、みたいなことになってるんでね。じゃあ一個ちょっと替えのね、このね、洗い替えのゆりたんがおしっこしちゃうからさ、すぐ臭くなっちゃうんでね、ちょっと一個買い足しとこうかな、みたいな感じで、防水シーツを買い足しました、みたいな感じかな。で、その防水シーツだけだと、なんか送料無料にならなかったんだよね。で、送料無料にするには、あと300いくら買い物するとみたいなこと書かれてるんで、じゃあと思って欲しいものをさ、いろいろ物色したんだけど、なんかね、半額じゃない、送料が無料にならない対象のものばっかりでさ、なんかどれだったら、なんだろう、半額じゃねえ、無料になるのかわかんねえなって思いながら、で、まあトイレットペーパー買おうと思ってたから、トイレットペーパーならどうだと思ってさ、でもトイレットペーパーね、アマゾンで買った方のが高いかもしれないと思ったけど、最近ね、なんかドラッグストアで買っても別にさ、安くないから、まあ同じぐらいの値段かだったら別にアマゾンで買ってもいいかと思ってさ、トイレットペーパーをプラスしてみたら、それはね、どうやら対象だったっぽいんだよね。で、あ、よかったと思って、なんとか、なんとか、いくら以上なんだあれ。2000円以上なのかな、買い物すると、どうやら送料無料になるっぽくてね、なんとか買えたよ、みたいな、感じでございました。で、そうで、ヤフーショッピングか。ヤフーショッピングで、なんか、お久しぶりの方、または、初めての方、なんか半額クーポンみたいなやつね、お知らせ今までも来てたんだけど、あなたは対象ではありませんって今までなってたんだけどさ、なんか今回クリックしてみたら、なんか対象になってたみたいで、半額になるならいいかと思ってさ、なんかね、買い物、欲しいもの、必要なものあるかなと思ってさ、いろいろ物色して、いや、春雨食べたかったよな、そういえばと思ってさ、春雨買おうかなと思ってたんだけど、なんかね、半額になるものとならないものとあるみたいでさ、ほぼ半額にならないのな。で、これは別に、そんなに重要度的にはね、そんな需要ではないんだけどっていうものは半額になったりとかするんだけど、で、じゃあ買うと思ってもさ、半額になったところで冷静に考えてさ、これそんなお安くないよねっていうのでね、おっと危ないね、慌てて間違った買い物してしまうとこだったよ、みたいな感じでね。じゃあどうしよう、もういいか。これ使わなくていいかと思ってたんだけど、試しにこのね、シーツをさ、あの、買おうとしてみたら、それはね、半額になったんだよね。で、そりゃよかったと思ったんで、このシーツを買って、だからここのね、おねしょ類がなんとかなんとかなったかな、みたいなね、感じ。で、あとそうそう、去年かな、一応、備蓄用に、なんだ、引っかかったかよりとか言ったな、と思ってさ、ルームシューズをさ、買ったわけよ、もふもふのやつ。前ね、使ってたことがあるんだけど、嫁やってた時、
嫁やってた時にさ、めちゃめちゃ狭いね、地域だったんで、なんか旦那が寒がりなの知ってたから私がさ、なんかそういうのあった方がいいだろうっつうんだで買ってくれたことがあって、だから履くのがめんどくさいんでしばらくな、そんな買ってもらってもな、なんていうふうに思ってたんだけど、まあ、履き慣れるとね、やっぱりそれ履いてた方のがあったかいなっていうことに気づいて、でね、なんだ、うちでも履いてたんだけど、それをさ、忘れてて、あ、そうだ、ルームシューズなんていうものあったよね、と思ってさ、まあ、防寒で、買っとこうかなと思って、去年買ったやつがあってさ、あ、そうだ、ね、もう昨日、おととい、めちゃくちゃ寒かったじゃん。まあ今日も寒いけどさ、なんか昨日、おとといがなんかすげえ寒かった気がするんで、あ、これ今こそね、履くときじゃねえかと思ってさ、出してきて、でね、ルームシューズを下ろして、で、まあね、次買うとしたら、まあ、それのスペアというか、を買ってもいいかしらみたいな、なんかね、そんな感じですかね。てんたまさん、相変わらず小学で恐縮です。いや、そんなことないですよ。助かりますよ。ありがとうございます。ピヨンさん、今、3000円お買い上げの方に、ハンドタオルをプレゼント。慌てて特売のシュークリーム大量に購入。by、立川志の輔さん。特売のシュークリーム。3000円のシュークリームでハンドタオルなのかな。で、あと何の話、あ、そう、今さ、そういえばクリスマスだよね、と思ってさ、世間的には最近なんかね、クリスマスよりも正月って感じで、あんまりクリスマスしてないけどさ、まあさすがに昨日今日はね、なんかしらを売ってんだろうと思って、で、今日ももうね、終わりだからさ、そろそろね、なんかクリスマス関係のもの、なんかね、割引のシール貼られてたりするかしらと思ってさ、スーパーにさ、ちょっと様子見に今行ったわけよ。今行ったんだけど、何にもなかったね。クリスマス系のもの何にもなかったよ。でね、納豆が30%引きのシール貼られてたんで、納豆な、納豆はいいよなと思ってさ。納豆買ってきたよ、みたいなね。全然クリスマス系のものなんかあったらね、ここで食べながらライブやったら面白いかなと思ったんだけど、全然そんな夢かなずみたいな感じでね、普通に納豆を買ってきましたみたいな。じゃあお皿邪魔かな。もう一個お皿あったはずだよね。あ、またね。ふーちゃんお皿についてきちゃったね。はい。顔が見えなくなっちゃったな。てんたまさん、納豆クリスマスね。納豆クリスマスになっちゃったよ。で、今日はなんだっけな。昼間ね、春菊をさ、いよいよね、収穫したっていうの。もうずっとさ、ベランダでね、もう全然大きくならなくて、で、だんだんね、美味しくなさそうな感じ、立派な感じになってきちゃってさ、なんかね、硬そうな感じになってきちゃったから、もうそろそろこれ食べないとあれなんだよねって思いながらさ、まあ寒かったし、なんか食べるタイミング逃してたんでさ、ずっとね、そのまま水をやり続けたんだけど、今日も野菜がなかったんで、そうだ、今日な、ベランダの、春菊ね、収穫して食べちゃおうと思ってさ、今日はね、春菊をいよいよ収穫したんだけど、最初引っこ抜こうと思ったんだよね。引っこ抜こうと思ったんだけどさ、もうすっげえ硬くって、なんかね、プランターの土ごとごっそりね、浮き上がるんで、こりゃダメだと思ってね、しょうがないからハサミでさ、切ってさ、で収穫したんだけどさ、一応ちゃんと筋巻きしてたのね。なんか葉っぱぼうぼうで、なんかね、ぐちゃぐちゃになんか植えたんだったっけなと思ったんだけど、そうじゃなくて、一応ね、筋巻きしてあったっぽいんだよね。それがなんか、
うわーってなっててね、ぐっちゃぐちゃになってたみたいなんだけど。で、それを収穫してさ、で、もうね、硬くなっちゃってっからさ、元のところは。だから脇芽のところをね、煮ちゃおうと思ったんだけど、まあ、それの作業が結構ね、しんどいというか大変というかめんどくさくてさ、ね、初めからハサミ使えばよかったよと思ったんだけど、まあ、ハサミ使うのめんどくせえから手でこうやってさ、ブチブチちぎってたんだよね。そしたらさ、硬い部分も入っちゃってな、なんか煮たはいいけど、結局筋張ったところがだいぶ残っちゃって、なかなか食べるのめんどくさいよみたいなね。今日のクリスマスディナーは、春菊と、白滝の、煮たやつ、スープで煮たやつ、でございましたっていうね、感じかな。だとクリスマス。ピョンさん、納豆は付属品のタレつけますか？見えない。私は別途からし派。ね。で、今日は、そうだからね、ご飯をさ、水につけとくの忘れたんだよね。玄米水につけとくの忘れてたんでさ、今日ご飯炊けないなと思って、でもまあね、賞味期限切れの、なんだっけ、赤飯あるからな、レンジでチンするやつ。まあ、最悪お腹が空いたなと思ったら、それ食べればいいかと思って、で、今日はなんかね、お腹が空いたっていう感じではないんだけどさ、まあその春菊のスープ食べたらさ、まあ長いことプランターにね、生やしてたせいかわかんないけど、なんか結構ね、ちゃんとエネルギーのあるもの、栄養のあるものを食べると、なんかそんなに食べなくてもね、お腹がいっぱいになるっていうの、なんか満たされるんだっていう話で、で、食べても食べてもお腹がいっぱいにならないのは、まあ、それなりのエネルギーをね、蓄えてないもの、だから、なんだっけ、栄養っていうの、ビタミンっていうのが足りないから、いくら食べても食べても食べ足りないみたいな感じでね、なんかちゃんとした栄養のあるものを食べると、なんか量がね、少なくても満たされるよみたいな話を前に聞いたことあったんだけど、もしかしてそれかなっていう感じでさ、プランターに植えてたぐらいで栄養足りるのかどうなのかわかんないんだけど、なんか今日はね、なんだ、収穫した春菊のスープ食べたらさ、なんか割と満たされてね、全然お腹が空いたなっていう感覚ではなかったんだよね。ただもうね、寒くてなんかあったかいもの食べたい。なんかあったかいものをね、なんか取り入れたいみたいな感じで、じゃあね、なんだっけ、賞味期限切れの赤飯レンジでチンしてね、食べようかなっていうふうに思って、で、そうだ、塩かけてな、増塩健康法なんで、塩かけて食べようと思ったんだけどさ、いくらなんでもちょっとかけすぎ。いくらなんでもちょっとかけすぎたなっていう感じなんだけどさ、まあとにかくもち米なんでさ、赤飯って、もうね、取れないんで、もうしょうがないと思ってね、これで食べようと思ったんだけど、いや、やっぱりね、かけすぎだったよね。しょっぱすぎてちょっとね、食べれないなっていう感じだったけど、もう泣きながら食べたんだよね。泣きながら食べたけどさ、さすがにちょっとしょっぱすぎたかな。塩ってね、なんか取りすぎるとさ、気持ち悪くなるっていうかさ、もういいや、みたいなね、気分になってくるんだよね。で、その後ね、だから今日は寒いんだけど、なんか塩取りすぎて気持ち悪くなったせいかね、なんかね、バナナ食べたくなったんだよね。だから冷凍のバナナ、寒いけどさ、またね、バナナシェイクにして飲んだんだよね。で、飲んだ時はさ、バナナ食べたいと思って摂取するから、すげえうまいんだけど、まあ、寒いんでね、なんせ寒いんで、飲んだ後が地獄っていうのかな。やっぱり寒くてな、寒いな、みたいな
感じでね、やっぱ寒いなと思って。なんか暖かくなりたくて赤飯食べたのに、赤飯のせいで逆に寒くなっちゃったよみたいなね、感じで。まあそんなんでね、今日はちょっともう塩分は全然1ミリも食べたくないみたいなね、摂取したくないよ、これ以上みたいな状態になってるんで、今日は塩が入ってない、お湯にしてみた。お湯にしてみたみたいな、感じでございますよ。そうで、昨日、一昨日はね、仕事だったんだよね。ねえ、そう考えてみればクリスマスだったんだよね。全然クリスマスとか忘れててさ、あ、そっか、クリスマスかと思ってね。だから昨日、一昨日はクリスマスでさ、パーティー仕様だったわけよね。だから、あ、そっか、パーティー仕様だからもしかしたら延長すっかもなーなんて思ったら案の定な。昨日も一昨日も延長したので、だから、ライブはできなかったよみたいな感じで、お休みしましたっていうね、ご報告でございました。納豆クリスマス。てんたまさん、付属のタレは、加糖ぶどう糖が、結構含まれているので、そうだね。自分は白だし使ってますね。ね、だから私は酢醤油だよ。カニタンさん、家にある、だし醤油に冷凍してあるネギを入れます。ネギ入れると納豆ってうまいよな。ピョンさん、てんたまさん、いいことを教えていただきありがとうございます。試してみよう。カニタンさん、からしは入れない派です。てんたまさん、カニタンさん、だし醤油もいいですね。タヌコさん、納豆は付属のタレ、プラス砂糖、プラスからし、プラスネギ。へえ。ね、一応、醤油、砂糖醤油はね、なんかちょっと試してみたことはあるけれど、それにからしとネギを入れたことはなかったな。まあでもね、だし醤油にね、からしネギ入れるのが、まあ、ちょっと甘めかなぐらいなもんだよな、種類的にはな。ピョンさん、カニタンさんのもうまそう。ピョンさん、タヌコさん、凝ってますね。けん玉さん、タヌコさんは甘党なんですね。カニタンさん、タヌコさんのように砂糖を入れていました。実家では。味噌も入れてたからだ。味噌どんだけ大豆やねんって感じだな。てんたまさん、スーパーの3パック入りとかでない。美味しい納豆が食べたい。たのこさん、カニタンさん。味噌に砂糖ですか？てんたまさん、延長は稼げるのでいいですね。そうそうそう。だからさ、ちょうどさ、小銭がなくてさ、農協行けないなと思ってたんだけどね。まあ、おかげで小銭が稼げたのでよかったよって感じな。たぬこさん、てんたまさん、甘辛党ですね。タニタンさん、そうそう、田舎味噌作る。作る。見えない。作る時の、容量かな。たぬこさん、ねふさん、凝ってます。はい。で、あと何の話だったっけ？特に話はないんだけどな。昨日も農協やってないじゃん。あとは買い物か。買い物な。買い物でそうだから今日、グリーンビーンズだっけか。イオン系のネットスーパーで、なんかね、70%オフだかなんかがあったんだよな。3個買うと、70%オフだったかな。なんかわかんないけどさ、なんかそんなのがあったんで買い物したんだよね。で、味噌6個。なんかまとめ買いすると半額とかね、そんなんでさ。で、味噌6個と、
で、あとな、なんだっけ、レンジでチンするご飯がなくなっちゃったからさ、買ったはいいけど、すぐにね、お客さんに提供しちゃってなくなっちゃったんで、またそれを買い足ししてな。で、それと、あとそう、鰹節だ。鰹節をさ、だから他のものがさ、いろいろとカゴに入れんだけど、その商品は現在ありませんとかなるわけ。だからないんだったら買えない状態にしといてくんないかなって感じでね。だからそうすると結局ね、なんか欲しいものが全然なくって、じゃあもう鰹節でいいやっていうので全部鰹節にしてさ、で、そのね、買った花かつお、全然鰹節買ったこと忘れてたんだけど、なんか味噌とご飯は覚えてたんだけどね。あとは、鰹節買ったんだっけだって思ってさ、鰹節すげえ大量買いしたんだよね。で大量買いしたんで、じゃあいいかと思って、これあげっかと思ってね、クリスマスだしと思って。今年はだからにゃんこのクリスマスにはさ、花かつおあげてな。ただね、細かくしてあげなかったんだよね。ふわっとした感じであげちゃったんで、なかなか食べるのをね、苦労してたな。散らかしながら食っとったなって感じな。マーチャが吠えてるな。マーチャはなんだろう、あれ、なんて言ってんだろうな。なんて吠えてんだか。わかんねえんだよな。つまんねえっつってんのかな。なんなのかな。ご飯足んねえっつってんのかな。あ、足んねえっていう割にはマーチャ食べないんでな。なんで吠えてるのかがね、ちょっとわかんないんだよね。どっかお腹痛かったりとかすんのかな。で、そうだから、鰹節を、今日は大量に買って、みたいな感じでございましてよ。だから今後は鰹節をご飯にかけて食べるのかな。なんで、なんでこんなに鰹節大量買いしたんだろうとか思いながら、まあいいかって思いながらね、そんな感じのお買い物の商品が今日は届きました。と、容量。いや、田舎味噌ね。田舎味噌美味しいよな。じゃあ、田舎味噌じゃない、田楽味噌か。田楽味噌は相当甘いな。たぬこさんね、ふさんこってます。あとは、お酢と一味唐辛子。いろいろ、すげえな。お酢と一味唐辛子。へえ。なんか、納豆はからしっていう感じだったから、一味唐辛子か考えたことなかったな。あ、でもあれか、キムチ納豆があるんだから、まあそんな要領か。ぴょんさん、たぬこさん、一味唐辛子、粋だね。カニタンさん、酢と唐辛子、刺激的、確かに。ヨッシーさん、私は付属のタレでそのまま食べます。たまに生卵を入れてます。今日のクリスマスディナーは、職場で日清焼きそば UFO でした。おお、そうなんだね。フィオンさん、ヨッシーさん、その手もあったか。カニタンさん、ヨッシー、付属のタレではなく、家にあるだし醤油をかけた方が良いってよ。てんたまさん、ヨッシーさん、残業お疲れ様でした。ね、そうで、あと私、納豆に、海苔入れるの好きね。海苔とネギな。海苔とネギ入ってたら、まあ、最高だなっていうね、感じ。そんなもんかな。あと何かあったっけ。あと最近っていうか昨日かな。なんかね、新しくさ、歯医者の、お姉系の歯医者の、なんだっけ、稲葉院長かな、稲葉院長とかっていう人をね、見っけちゃってさ、それのショート動画が上がってきて、それを一回見たおかげでね、なんか普通常動画も上げてる。ただ短いんだよね。だから短いからちょうどいいなと思ってさ、サクッと見れるからと思ってさ、見てみたんだけど、
どうやらね、なんか、ショート動画ばっかり出してて、で、通常動画上げてなくて、で、通常動画もちょっとね、上げて見たんだけど、みたいな話をしてたんで、まあ、その動画が2年前だったんでね、まあ、だいぶ前の話だけど、私的には初めて見たんで、その先生さ、いいな。ちょっと面白いチャンネル見つけてよかったな、みたいなね、感じでした。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。てんたまさん、納豆に海苔とキムチはいいですよ。あ、ね、そうそう。よくキムチ納豆にしてね、食べてましたよ、前はね。よしさん。あ、ストップ出てた。多種多様な食べ物があるものですね。どうか、2段さん。お姉系歯医者見たことないな。そう、なんかね、そう、お姉系。お姉系。ぴょんさん、はい、ストップありがとうございます。そのショート動画で出てきたときはさ、最初歯医者なんか全然わかんなくて、だからロン毛のね、まあ多分男性なんだろうなっていう感じの、まあ見た目確かにお姉っぽい感じなんだけど、なんかね、なんとかねって書かれてたから、まあ多分お姉なんでしょうねっていう感じだったんだけどさ、なんかちょっと興味惹かれるようなテロップが出てたんで、なんかクリックしてみたんだよね。そしたら結構みんなこの言葉使ってないって言って、大丈夫大丈夫って。でその大丈夫っていう言葉はね、人をね、なんだ、こう攻撃するというか、責めるね、言葉だからね、この大丈夫っていう言葉はね、使わない方がいいと思うよって。で、まあ、もし何かあった時にね、大丈夫っていうシーンがあったら、大丈夫って、あ、違う、大丈夫大丈夫ってあげちゃうっていうね、語尾を上げちゃう。大丈夫ってね、上げちゃう。それはね、その人を責める言葉になるから、もし、大丈夫って言うんだったら、大丈夫。大丈夫って言えばね、いいよって、これからだから大丈夫っていう時は、大丈夫って、いいなっていうね、動画だったんで、だから、へえなんて思ったんだけど、で、その人が、どうやらね、職場にね、行く途中でその言葉を喋ってるみたいで、で、職場に着いた時に、なんか歯医者だったんだよね。で、歯医者で働いてる看護師さんっていうのかなが、なんかね、すげえぶちまけんだよね。めちゃくちゃ激しくぶちまけんだよね。で、その瞬間に、いや、大丈夫とか言って、今まで喋ってたの全部台無しみたいな感じでね、オチがあるんだよね、ちゃんとね。で、何これ面白いと思って、で、それを見たらね、もうその稲葉先生の動画がね、出てきて、で、まあ何個か見て、で、その通常動画はその質問に答えるみたいなことやっててさ、で、質問もね、なかなかね、あ、これいいよね、患者的にはわかるよねっていうのを、ちゃんと患者目線に立ってね、答えてくれるわけよね。でさ、お菓子でなんかね、マカロンかなんか食べながら歯医者なのにみたいなね、虫歯の話めっちゃしてんのに、なんかマカロン食べながらね、なんか回答するみたいな、そんな感じでさ、あ、いいなっていう感じでね。で、歯医者嫌いの人ね、なんか怖くて歯医者行けないよっていうね、人いたら、もう院長のところでもいいからね、来な、みたいな感じで。で、その質問に答えてたのでさ、へーって思ったのが、治療を受けてる間、治療費がね、いくらかかるかわかんなくてヒヤヒヤするっていう質問で、あ、これわかるっていうのでね。で、治療費って、日本全国でどこでもね、同じ値段なんだよねって言って、なんか北海道から九州、
じゃあ、沖縄までね、日本全国同じ金額で、で、どの先生が、施術しても同じ金額なのよっていうので、で、私がやっても同じ金額なのみたいな感じでさ、へえ、そうなんだと思ってさ、だから自由診療とかでね、まあそうなると値段変わってくるけど、そうじゃなくて保険内でね、普通の、治療をする場合には、全部ね、一律、同じ金額なんだよねっていうふうに言ってて、へえ、知らなかったと思ってさ、もうそんな話してくれる歯医者さんいないじゃん。いや、いいな、ちゃんと聞きたいね、ことを答えてくれていいな、みたいな感じでね、なかなかいい、チャンネル見つけて楽しめたよって感じ。タヌコさん、五反田の歯医者さんですかね。あ、五反田にあんの？へえ、知らなかったよ。近くていいじゃん。五反田にあるなら行けるからいいよね。もう別に歯医者には全然行きたくないけどな。ピヨンさん、病院に行くって内科に行くとか、耳鼻科に行くとかいうのに、なんで歯医者だけ歯医者に行くじゃなくて、じゃあ、歯科に行くじゃなくて、歯医者に行く。なんだろうね。どうでもいいけど、そうだね。カニタンさん、マカロンとか、一番歯にくっつくやつあるからそう。歯医者でめっちゃもう虫歯の話してるっていうのにさ、マカロンとか食べながら、で、その一丁もね、虫歯があるらしくってさ、なんかね、神経内歯とかもあるらしくってさ、めちゃくちゃ虫歯だな、みたいな感じでね、まあその方がね、患者に寄り添ってもらえるからね、まあ親近感湧くからいいんだけどさ、虫歯あるんだ、みたいな感じでね、受けるんだよね。たぬこさん、ねふさん、確かに、そうですね。見えないなってなわけで、ストップの掛け声いただいてますので、こちらから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。クリスマスの今日はまたカップだな。カップのコートカードですね。またね。でも今日は逆位置で。でね、王様とか女王様とかじゃなくて、ナイトのカップの逆位置ですな。そう。よし。で、あとは何だったかな。あとは、前にほら、風邪で休んでる間にさ、風邪で休んでる間にさ、見つけたというか、やすはさんってミュージシャンなんだね。やすはさんミュージシャンって知らなかったんだよね。なんか笑いたいなと思って、ゴッツエかなんかのさ、動画を見たらさ、山崎邦生が、なんか多分モノマネなんだけど、その安葉さんの歌をさ、歌ってたんだよね。私、その曲知らなくて、で、多分、なんかでね、モノマネしてるんだろうからと思ってさ、その曲知らないなと思ってさ、調べてみたんだよね。で、調べたら、なんかやっぱりね、いろんな人がカバーをしてるらしくって、で、知らなかったからさ、知らないバンドがそれをね、まあカバーして歌ってたんだけど、その人たちの曲なのかなっていうふうに思ったんだよ、最初さ。でもなんかね、そのコメントを見るとさ、この人たちは何を歌わせてもかっこいいなみたいな感じの、コメントだったんで、ってことはこの人たちの歌じゃねえなと思ってさ、で、調べてったら、安葉さんの曲だったんだよで。でさ、その本人が歌ってるところを見たら、まあすごい。まあすごい。あ、なんだ、この人ちゃんとね、
芸があるというか、見せるところがあるっていうか、ちゃんと芸能人なんだなっていうのでさ、あ、へえと思ってすげえ感心したことがあったよっていうね、話です。カニタンさん、歯が、悪い歯医者意外と多いですさ。そうなんだね。まあ自分の口の中はできないもんな。同級生の口の中見てみんなびっくりしていた。ピョンさん、フライデーチャイナタウン、そうそうそう、フライデーチャイナタウンな、何曲か聞いたよって感じだったよ。てんたまさん。ヤスハのフライデーチャイナタウンは、シティポップの代表曲ですね。あ、なんかの曲だったんだ。それで有名でみんなカバーしたりとかするのか。全然知らなかったんだよね。そう。で、音楽つながりで思い出したけどさ、ピンクサファイアのギタリストかなんかが亡くなったとかって今日ニュースになってたらしくってさ、あ、ピンクサファイアって私好きな曲あんだよねと思ってさ、そうなのそうなのと思って、ちょっと久々に少しショックっていうのそのピンクサファイアの人たち個人個人は全然知らないんだけど、全くもって知らないんだけどさ、あ、ピンクサファイアは私好きな曲あんだよねと思ってさ、と思ってね、なんか久々にちょっと、ショックだなっていうね、ニュースだったなっていう感じでございました。カップ、カッあれカップ聖杯、あれカップのナイトで、カップの、カップのタロットで検索しちゃった。カップ、タロット、ナイト、ナイトって入れてなかったな。カップのナイト、カードの意味。白馬に乗った騎士がカップを片手にゆっくりと前へ進んでいます。いつまでも夢に浸ってはいられないとあなたは気づきました。愛を捧げるべきものを今こそ探しに行きましょう。あなたの愛を必要としているものが冒険の先で待っています。テーマ、愛を手渡す。カップのナイト。ナイトは能動性や献身の表れ。カップが持つ愛を他者へ渡すことを意味します。右手に持つカップ。右は未来を示します。カップは優しさや愛の象徴。優しさや愛を未来へ手渡すと解釈できます。羽がついた鎧とスーツ。ギリシャ神話の知恵の神。ヘルメスの翼を彷彿させます。伝令や伝達を表します。魚模様のコート。魚は神聖さを示すキリストの象徴。また、魚はカップのエレメント、水の意味を持ち、感情や愛を示します。川、境界線や潜在意識を象徴します。山、潜在意識を意味します。ゆっくり右へ進む白馬。未来を示す右へ向かっていることから、一つの境界線を越えて目指すべき場所へゆっくりと進むことを意味します。カップのナイトの物語。カップはギフトを受け取るための器です。受け取ったな。ギフトとは私たちの生活に潤いを与えてくれる感情そのもの。感情は時に悲しみや怒りなど、私たちを戸惑わせるのも、連れてきますが、愛や優しさなども与えてくれます。趣味に夢中になる時のワクワクした気持ちや、人を大切に思う気持ちも感情のおかげで味わえる体験の一つ。かけがえのない感情という名のギフトを受け取る、受け手の心をカップは示しています。ナイトは主に忠実な行動力のある騎士。カップが持つ受動的な性質により、ナイトの能動性は少し弱まりますが、
前に進む意志は、しっかりと感じられます。あなたが持つ愛や優しさを渡すべき対象は何でしょうか？未来のビジョンをイメージしながら一緒に考えていきましょう。はい。今日は逆位置ですね。逆位置全体。逆位置出た場合、あなたは今流されやすい状況にある。疲れやストレスが溜まっていて、自分で意思決定をする元気が残っていない。周囲に流されそうな状況になったときは、少し先のことを考えてみて、この判断で未来の自分は後悔しないかなと、自分に問いかけるのも良い方法です。未来の自分をイメージすることで、自分の意見を大切にする気持ちが戻ってきますよ。はい。と、ウェイトの解釈。無双化だが彼の空想には分別のあるイメージを見ることができる。水は感情や愛情など目に見えない心の象徴。心で思い描く世界は無限大。現実とは言い難い光景まで映し出します。カップが持つ性質によってしまうと、現実が見えていない無双化になってしまう可能性もあるのです。しかし、ウェイト氏が述べるように、カップのナイトはただの無双化ではありません。カードの下に流れている川は、境界線や潜在意識を象徴するもの。潜在意識という名の川を越えて、顕在意識を表す山に向かって歩みを進めています。ウェイト氏が言う分別のあるイメージとは、資料が存在する現実的なビジョン。カップのナイトはあなたの持つ愛や感情を他の世界に手渡していく大切さについて、伝えているのです。逆位置のメッセージは何だったんだ？流されそうな、疲れが溜まってて、状況に流されそう、自分の意見を大切にすることを忘れないでみたいな、そんなメッセージだったのかな。楽しんでいただけてたら幸いでございます。フライデーチャイナタウンでしたね。めっちゃピアノ弾いて熱唱してたよな。てんたまさん、そういえば藤子さんはベーシストだったんですよね。そうなんですよね。ベーシストだったんですよね。ベーシストとボーカルをやってましたかね。ドラムも叩いたことがあったかな。ドガーさん、こんばんは。ボンソは風邪をひいてしまったようですな。乾燥してるから。乾燥してるからな。カイニターさん、あらら、まどかさん、お大事にお大事にご自愛くださいませ。ピョンさん、博多のライブハウスもベースやドラムの女子多いです。てんたまさん、まどかさん、クリスマスに風邪とは、ついてないですね。まあいいんじゃないですか。寒いし。寒いしな、混んでるしな。そういえば今さ、冬休みなんだよな、多分な。なんか休みなんだよね、多分世間的に。今日さ、スーパー行ったわけよ、朝ね。なんだっけ、白滝欲しくてさ、卵が欲しかったのかな。卵欲しかったんでさ、で、卵はさ、私は平飼い卵をにしてるんでさ、平飼い卵が欲しいなと思ってさ、目の前のスーパーだと売ってないでね、目の前じゃない方のスーパーにさ、行って、で、卵を買いに行ったんだけど、あと白滝とな、行ったんだけどさ、まあね、平日の朝っぱらだから、いつもね、平日の朝っぱらに買い物に行くわけよ。そうすれば空いてるから。空いてるからと思ってさ、平日の朝っぱらだから、まあ寒いけどね、まあ空いてんだろうと思って行ったらさ、今日めちゃめちゃ混んでて、すっげえ混んでてさ、なんかもうどのレジも行列になってて、っていう感じだったんだよね。まあ、しょうがない、並ぶしかないもんねっていう感じでさ、並んでたんだけど、で、並んでる間ね、なんかこの棚は、なんか1割引きです。レジで
引きますみたいなこと書かれてたわけよね。で、あ、そうなんだと思ったんだけど、どの棚を見てもさ、だから、この棚はって書かれてるけど、この棚ってどれのことなんだろうと思って分かんなくて見てたわけよね。そしたらさ、どの棚もさ、その張り紙が貼られてるわけよ。あ、もしかして今日は全品1割引きとかそういうことと思って、だから混んでんのっていうふうに思ったんだけど、なんかね、皆さんの持ってるカゴの中を見るとさ、なんかね、リンゴ3個だけとかさ、あとはブロッコリー1個とさつまいも1個とか、まるで私みたいな買い物なんだよね。あれと思って。なんか年末だからなんかね、買い出しとか、なんかクリスマスだからなんか買い出しとか、なんかそういう感じでもないなって。で、1割引きだからってみんなね、なんか買いだめっていう感じでもなさそうな感じなんだよね。ただ、やっぱり棚はね、ガラガラしてんだよね。なんかもうすでにいろいろと買い占められて、もう品物がないのか、それともね、もう品物がなくて並べられなくてガラガラしてるだけなのかなんだかわかんないんだけどさ、なんかね、棚がガラガラしてるわけよね。だからなんじゃこりゃと思って。なんだかわかんないけど、すっげえ混んでんなと思ってびっくりして、いや、そっか、もしかしてもう、あれか、冬休みか。世間は冬休みか、そっか、みたいなね、感じでございましたよ。どうしたゆりたん出てこれるか。はい、ゆりたん出てこれました。ゆりたんは白いからな。飛んじゃうな。飛んで光ってしまいますね。えーっと、クリスマスに風。まどかさん、確かにエアコンで乾燥してたからかな。まあ、エアコンもあるけど、そもそも今乾燥してっからな。できるだけ加湿する工夫をしないとっていうところよね。てんたまさん、ぴよんさん、ライブハウス行かれますか？ぴょんさん、てんたまさん、はい。以前行きまくってましたが、コロナ以降さっぱりです。あーね、そうだね。てんたまさん、へえ、行きまくりですか。そう。でね、コロナ明けてさ、バスツアーもね、なんか解禁っていうかさ、そんな感じになってきたのにさ、またバスツアーな、開催中止になっちゃって。開催中止になっちゃってね、ああ、みたいな感じでね。で、クーポン使ってさ、申し込みしたからさ、返金になってもな、そのクーポンも含んだ金額返金してくれたら嬉しいけど、どうなんかなと思ったらね、もうクーポンはまた使えるようにしたんで、残りの金額ね、返金しましたっていうお知らせが来て、そうなのかと思って、じゃあクーポン使えんのかと思って、じゃあ他になんか行きたいツアーね、新しくできてたりするかなと思って見に行ったんだけど、そのクーポンがさ、なんかね、1月の8日までとかっていうクーポンでさ、ね、それ中止になったからってさ、伸びるわけじゃないんだ、その有効期限が。伸びるわけじゃないんかと思って。だったら他にもうね、なんか今更行きたいなって思うツアーもないし、いいよっていう感じでな。そんなことが今日はありましたかね。あとはなんかあったかな。あとは、そう、ピンクサファイアの話したし。あとケーキか。あれさ、ケーキなんであんなぐちゃぐちゃなんだ？なんかね、ぐちゃぐちゃのケーキが届いたよっていうさ、ヤフーニュースのさ、見出しかなんかは読んだけど、中身の記事は読んでなかったんでさ、なんでぐちゃぐちゃになったのかっていうのはさ、知らなかったんだけど、なんかその記事読めばね、なんでそんなぐちゃぐちゃなのかっていうのがわかんのかなと思ってさ、記事をさ、探して見に行ったんだけど、なんか特に原因については書かれてないのね。ただ、なんか冷凍の、ケーキを頼んで、で、冷凍の状態で届くはずなのに、なんか届いたら中身がぐちゃぐちゃで、なんかぐちゃぐちゃすぎて笑ったとかっていうさ、
なんかそんなだったんだよね。だからなんだ、原因について書かれてないなと思って、なんだ、原因わかんないのかと思って、でね、なんかデザインっていうの、そのケーキもさ、なんか例年いつも売ってるもの、同じものらしいんだけどさ、それなのにね、なんか今年だけそんな500、500件以上だっけなんかね、返金だか、なんかクレームだかっていうことになってたらしいじゃんか。でね、で、挙句の果てには慰謝料請求慰謝料請求事件にまでね、なんか発展されてるっぽいからさ、どうなるんだみたいなね、感じだよな。まあ確かにね、ものがね、ただの普通のケーキではなくてクリスマスケーキだからな。パーティーの主役がパーティーの主役がね、残念なことになってて、台無しじゃんかっていうのは、まあね、あるのかもしんないけどっていうのがあるけど、まあにしても件数が件数なんでな、これどうなっちゃうんですかねっていう感じでね、なんかね、何が起きたんだろうって感じだよな。コロナ以降さっぱり。てんたまさん、あれは冷凍が不完全だったのでは、まあそれしかないよね。それしかないよね。にしてもあんなぐちゃぐちゃになるってそうそうないと思うんだよね。だから自分もさ、ほら、ケーキ作ってたからさ、ケーキの箱、土台にさ、刺さる部分があるんだよね。それか、動かないようにさ、枠があって、そこに収まるようになってて、だから枠があるんで動かないか、それかね、真ん中刺さるようになってるんで、そこに刺しちゃえば動かないみたいな感じでさ、あんなね、横になんだ、寄っちゃって、より弁みたいになってね、ぐちゃぐちゃになることは、まあ、まず、ね、ないんだけど、なんであんなことになってんだろうね、みたいな感じな。えーっと、まどかさん、どこかの階段で段階で溶けていたのでしょうね。ケーキのデザインもドレスみたいですぐに崩れそうに見えました。てんたまさん、確かあのデザインはやばい。そっか、デザインが崩れそうな感じだったってことは、ドーム状のがガラって流れそう。あ、そっか、確かにね、台に乗っかってるんだったら、確かにそうだね、崩れにくいか。ドーム型がそっか、つるっていう。なるほどな、そういうことか。デザインをじゃあ、今後は変えてくださいってことね。はい。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見ていただけると、いいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。